けしです。今日はソウルで古着の街として知られるトンミョアップにやってきました。トンミョシジャンとも言うんですけど、ここはすごい古着がたくさんあって、それも、服だけじゃなくて家電とか雑貨とかがたくさんある場所なんですね。市場の中に物が所狭しと集まってるので、それを紹介できたらなと思います。あと、いい感じの古着やったらそれを買いに行きたいです。で、あとこのトンミョは基本的にクレジットカード使わないっていうことで、現金必須です。なのでちょっと先にコンビニに行きます。なんかマジで何でもあるっていう感じです。なんか、カバン、パンツ、なんかユニフォームみたいなのもあって、作業着とか、なんかガラクタもあったりします。誰が買うんやろみたいな。サドル、こっち側もあるんですよね。これは鍋、なんか靴もあったり、とにかく何でもあります。炊飯器。こんな感じにこう道の横でシートみたいな広げて、そこに服山詰めになって、それをこうみんなでディグると言いますか、みんなでディグっていい服見つけるみたいな。こういう靴とかもその場でパッパッパって履いてみて、サイズあったらそれ履くみたいな。これ多分 CT とかですよね。値段聞きたいけど誰が店員かわからんっていう、ここに人がいすぎて。저기요, 이거 얼마예요? 만 원, 10, 아, 1000. 대단. 이게 지금 큰 이게 막 The pearl neck face. 네, ここから古着屋の紹介をしていきます。一つ目がおそらくイージールックっていうお店で、トンミョ駅から歩いて一発目に入るお店だと思います。イヴ・サンローランとかヴェルサーチとかハイブランドの古着が多かったです。で、あとはストリート系ブランドも充実してて、比較的若いお客さんが多かったんで、結構人気なお店なんじゃないかなと思います。で、2つ目が SS ヴィンテージというお店なんですけど、ここも本当に良くて、結構季節問わず品揃えも多くて、置いてあるのも結構ハイブランドのものを扱ってたりしてました。メンズレディースと品揃えも多くで、特に奥にパンツコーナーがあるんですけど、ここはパラシュートパンツとか置いてたりしたんで、結構トレンドも意識してるお店なんだなっていう印象があります。パンツで2500円ぐらいなんで、値段も結構手頃なんじゃないかなと思いました。で、その次がビクトリーニというお店で、ここは結構ノーブランドのアイテムとかも多くて、比較的大衆的な古着やなんかリサイクルショップみたいな印象がありました。ポロのシャツでだいたい3500円ぐらいだったんで、値段もそんな高くないっていう印象です。
の次がオイルユクというお店で、ここはほぼレディースでした。でもまあ店先にはメンズのアイテムあったり、ランバーのスウェットがあったり、あとは定番にチャンピオンのアイテムとかもあったりしました。店内見てもらったら分かるように結構甘めなアイテム多かったり、ザ・古着みたいなトラックパンツとかもあったんで、古着がすごい好きな女性の方は本当におすすめなお店です。ここがシゴルナムジャというお店で、訳すと田舎の男っていうお店です。で、置いてあるのがもうほぼほぼノーブランドのものが多かったです。状態も結構ザ・古着っていう感じで、いい意味で味のあるものばっかり置いてました。あとトラックパンツも置いてあったり、結構色味とかデザインが奇抜なものが多かったりしたんで、そういうの好きな人には本当におすすめです。ここさっき見てきた大通りなんですけど、古着の道がもう一つあって、こっちなんですよね。この脇道入ったところにも古着たくさんあって、ちょっとそこも見てみます。これ見つけたバーバリーのシャツなんですけど、ダメージプラスちょっと製法も結構ペラペラで、ネームタグはしっかりしてる感じだったんですけど、この品質タグが表記がちょっと怪しかったんで、おそらく偽物かなと思います。正直トンミはこういうアイテム多いです。で、ここがヴィンテージ Y。 正直トンミョの中で一番このお店がテンション上がりました。結構ミニタリーなアイテム充実してて、これはなんか BDU っぽかったんですけど、でも年代が違うかったのでちょっとよく分からなかったんですけど、とにかく品揃えが多かったです。モーターサイクルコートもあったりして、結構古着好きな人にはおそらく刺さるアイテムが多いと思います。で、奥にはバグアーもあったりして、でその価格がだいたい1万円ぐらいだったんですね。で、他見ても1万7,000円とかなんで、おそらく日本の古着屋で買うより安いんじゃないかなって思います。で、品揃えも結構豊富で、武骨なラギットなアイテム多いかなって思ったんですけど、意外とそんな感じもなくて、今っぽいストリートのものもあれば、ハイブランドのものあったり、あとモードやったら Y3 とかもありました。この DM ヴィンテージっていうお店は多分ソウルでも有名な部類の古着屋だと思います。結構広告で見たりするので。で、入った店内はもうズバリビゴーっていう感じでした。もうほぼほぼそのまま、アイテムとか価格帯もそんな感じでした。
ちゃ変わりましたね。僕最後来たのが多分2年前なんですよ。2021年にここに何回か来て、でそれっきり来てなかったんで、めっちゃ変わってます。当時多分コロナ禍っていうのもあって、人もなんかここまでむっちゃおるわけでもなかったのと、あとこういうなんですかね、出店、この道端に店出してるっていうのが当時あんまりなくて、やしなんかほんま物もなんかボロ雑巾みたいなのばっかり置いてたイメージなんですけど、今パッとお店見た限りそんなこともなくて、古着好きに刺さりそうなものがいっぱいあったんで、なんかめっちゃ変わったなっていう印象があります。また大通りから一本筋に入ったところに、さっきの古着が集まってた場所とは別の、エリアにこうやって古着が集まってるんで見ていきます。아니 아까 올리더라고. 그냥 올렸는데. 아니 보다 좀 위로 올려야지.トンミョの古着屋回ってきました。感想なんですけど、まず大通りに面してるお店はなんか観光でこうフラッと来た人でも入りやすいかなっていうのは思いました。なんか雰囲気的にはがっつり古着屋ヴィンテージショップというよりかはリサイクルショップ感があって、ブックオフのオフハウスみたいな感じはありました。ノーブランドのものとかもいっぱいバーってあったりして、ちゃんと服に値札がついてたりしたんで、それは分かりやすいし買いやすいなって思いました。路地入った方のお店は、偽物が多いかなっていう印象で、明らかそのブランドのものじゃないやろみたいな、なんかブートレグ的なものもあったり、あとタグはそのブランドやけど確実に偽物みたいな、品質的にっていうのも結構ありました。で置いてあるものは、がっつりリサイクルショップのものみたいな、もうノーブランドのものやったり、あともうほんと服、なんか古着屋に置いてるいい感じのっていうよりかはもうほんと服っていうのが多くて、たまに韓国のブランドのものが置いてたりしました。であと道端のお店なんですけど、あれはあれですごく楽しかったというか、もう服がわーって山積みになって、でそこからこう自分の気に入ったのを探し当てるっていうのがなんか宝探し感があって、それはそれでめっちゃ楽しいなって思いました。特に観光とかできてたらなんかいい経験になるんかなって思ったり、あと値段もめっちゃ安いし数百円なんで全然冒険して買えるみたいな。でもその中でも結構ビビッとくるものあったり、僕は今日そのグリーンのコンバースとかめっちゃいいやんってなったりしたんで、ちゃんと掘り出し物もあるんやなって思いました。で、全体を通してどんなブランドがあったかと言ったら、ジャンルとか
基本的にまあなんかジャンルはストリートのものが多かったり、あとスポーツ系のウェアがめっちゃ多くて、ナイキの T シャツやったり、なんかアディダスのジャージみたいなとかですね、そういうのがまあ多くて、ストリートってなったら、スチューシーとかあったり、あとカーハートとかもありました。でアウトドアももちろんあって、ノースフェイスとかその辺とか、コロンビアとかもありましたね。ベタにマウンテンパーカーとか品揃えはめっちゃありました。で、ラグジュアリー系もありましたね。イヴ・サンローランとかベルサーチとかその辺もあって、でもその辺ってなんか結構ラグジュアリーヴィンテージみたいな感じのこと言うんですけど、なんか昔めっちゃ昔に出たであろうこうもの、ラグジュアリーやけどめっちゃストリートっぽくカジュアルっぽく着れるみたいな、そういうウェアとかがあって、ラグジュアリーのナイロンジャケットとかブランドロゴシャツみたいな感じもあったりしたんで、あれが正直本物かどうかっていうのはちょっとどうなんかなっていう感じで、それこそブートレグっぽかって、タグはついてるけどこういうの出るんかなみたいな、ハイブランドからっていうのは感じました。でもなんか雰囲気的にはめっちゃそれやっとしてもよかったんで、なんか別にこうワードローブに一着あってもいいかなっていう感じでした。そうですね。あと圧倒的に良かったのがラルフ・ローレンがほぼどこの店に行ってもありました。ポロ、ニットやらなんやらめちゃくちゃありました。あとバーバリーのコートも鉄板でありましたね。でその中でおすすめなお店3つあげるんですけど、1つがヴィンテージ Y。 あのお店はすごくなんかリサイクルショップ感というよりかは本当古着屋っていう感じがしました。アメ村とか下北とかにありそうな古着屋、それこそミリタリーとかやったら結構ビビってくるような、なんか確実に男心くすぐるようなものあったり、あとハイブランドのサンローランとか置いてたりして、レザージャケットやったんですけど、なんか価格も1万2000円ぐらいやって、値段もあんまり強気じゃなくて、この状態やったらこの価格よなっていう、なんかそれは適正につけられてるなっていうのは思いました。たまに、特に多いのがラルフ・ローレンとかでも結構強気な値段つけたりするそのお店もあるんで、そう考えたらヴィンテージ Y っていうところはその価格のつけ方はすごくいいなって思いました。あと SS ヴィンテージっていうお店も大通りに面している場所にあるお店なんですけど、そこも本当に良くて、品揃えもいっぱいあったり、あと入りやすいし、ちゃんと値札ついてるしっていうのと、奥に行ったらパンツコーナーみたいなのあったんですけど、そこに、結構パラシュートパンツとかなんかちゃんとトレンド反映されてるものとか置いてたりしてたんで、すごく入りやすいしいいもの置いてるしみたいなっていう印象がありました。あと3つ目は道端のお店ですね。お店と言っていいか分かんないですけど、道端にある古着ですね。あれはもう本当に本名来たら、あれ経験しとった方がいいなっていうぐらい、とにかく宝探し感がすごいんで、あれは楽しいです。とんでも駅から全然近いんで、こう観光でもふらって寄れる場所で買い物したいなって思う人はぜひ寄ることをおすすめします。では。